今回はモデリング動画になります。最近は鬼滅の刃のキャラのモデリングを長い間していなかったので、久しぶりのモデリングになります。何のキャラをモデリングしようか悩んだのですが、とりあえず自分が好きなキャラにしようと思い、国志望をモデリングすることにしました。では早速いってみましょう。作ってみた動画としては邪道なのですが、過去に作ったモデルの流用で作っていきます。顔立ち的にすでに存在しているキャラの中では義勇さんが一番近かったので、義勇さんを改造していきます。とりあえず顔だけにして全体的な線の微調整をしていきます。国志望といえばやはり目ですよね。目の印象を合わせるのを第一に考えました。真ん中の目の大まかな位置を合わせられたら、その目の形のシルエットだけをコピーして上の目と下の目のシルエットを合わせていきます。位置調整が終わったら、その形でクッキーの形をくり抜くようにブーリアントで顔のメッシュに穴を開けます。ブーリアントはお互いのメッシュの接触点に頂点を作り出してしまうので、大量のゴミ頂点が生まれてしまうので、これを整理します。くり抜いた周辺に後で作る上まぶたと下まぶた用にメッシュを分割します。国志望はかなりの高身長で190センチもあります。そうなると今まで作ってきたキャラと根本的に体格が違うわけです。義勇さんにしても鬼滅のキャラは全体に子供っぽい体格が多く、その比率のまま使うことはできません。顔周辺ではまず首の太さがかなり違うので形を調整します。とりあえず仮のアウトラインを当ててみて様子見。久しぶりのモデリングということもあり、今回はかなり時間がかかった気がします。その理由の一つが体格の違いだったかもしれません。他のキャラであれば基本的に体格は同じで、頭のわずかなサイズ調整で全体的にまとまったのですが、今回は頻繁に何か違うんだよなと思うことが多かったです。顎の形も他のキャラは尖っていますが、国志望はかなりがっしりした形です。その他微調整やゴミ頂点の整理などをしていきます。一般顔の形状は OK ということにして、次に髪の毛を作っていきます。髪の毛は自分は毎回板ポリゴンをざっくり並べて絵やイラストの印象に似るかどうかを検証します。板ポリゴンだけで印象を似せようとすると、そのうち限界がきます。その時に初めて髪の毛のどの部分にどれくらいのボリュームが必要なのかということが見えてくるので、その段階になったら板ポリゴンを押し出して厚みを持たせていくようにしています。 3D モデリングの他の YouTube の方などを見ていると、ブレンダーで非常にスマートに作っていてすごいなと思うのですが、自分は泥臭いやり方がショーに合っているのか、新しいことを覚えるのが面倒なのか分かりませんが、この方法が一番早い気がします。とはいえこれは正面性が重視されるアニメキャラに限った話かなと思います。国志望の後頭部の髪の毛はあらかじめ作った束を並べて作りました。前髪などある程度まとまった形ができたら、それをコピーして形状を調整し、他の部分に突き刺していきます。シルエット的にアニメや漫画のイメージに近くなるように全体のサイズや形をいじっていきます。サイドの髪を作り後頭部も作ります。アニメ調のトゥーンシェーダーでデータを作るときに楽な点としては、光線をあまり気にしなくても良い点です。通常ポリゴンなどを他のポリゴンにぶし出すと、その境目がパッキリしてしまい、いかにもぶっ刺したなという印象で非常に安っぽく見えてしまいます。しかしトゥーンであれば基本的に1影2影と言われるように変化の差が2段階もしくは3段階しか存在しないので、突き刺した箇所が見えなくなってしまうので、結構乱暴にデータを作っても気にならない。まあこれは
どういうシェーダーにするかで変わってくるのですが、シェーダーも自作なので問題ありません。最後にポニーテールの部分を作っていきます。ここは非常にボリュームがあるので、ラフモデルでどんな感じでパーツを分けるかあらかじめ考えておく必要がありました。ベースになる大きなメッシュに細かいディティールの紙の束を適当にくっつけて作ることにしました。ポニーテールの頭頂部に大きめのパーツを盛り付けていきます。下の方は前髪で作ったパーツを変形させて盛り付けます。それっぽく全体が出来上がったので、髪の毛も一旦 OK ということにして次に体を作っていきます。これもベースはリュウさんの体から改造しました。今見返すと着物の袖の部分は形状の認識が間違っていた気がします。着物の下に白い着物を着ているものだと思っていたのですが、紫の着物と白い袖の部分は一体になっているデザインのようです。袴部分は現状かなり適当です。袴は最後までどうするか悩みました。動きや揺れがなければ基本的に袴はストンとまっすぐ下に落ちるので形状的には単調です。ですが漫画やアニメで激しく動くときはもっと乱雑に形状が変化します。このランダムに乱れた形状をユニティの揺れだけでは表現できないだろうと思い、最初から乱れた形状にするべきかなどをいくつか課題があったので、この段階ではあまり手を加えておりません。帯の部分も適当に作っておきます。結び目などもっと丁寧に作るべきかもしれませんが、まあ個人で動画を作るという目的でしかないので、こういう点は気楽に考えています。ゲーム会社やどこかの商品になるデータであれば許されないことですね。草履部分も多少手を入れて一旦胴体のモデリングを終えます。股脂肪の全体像ができたところで再び顔に戻ります。まつげや眼球などディティールを作り込んでいきます。それにしてもこの股脂肪というキャラデザインの迫力はすごいですね。3つの目がこれほどインパクトがあり、一度見たら忘れない強烈な印象を残すとは、単純に目が6つあるというだけではこんな迫力にはならない気がします。眼球のデザインやあざなどのディティールが凄みを増長させているのでしょう。全体的なバランスを考えて髪の毛の基本は変えずにボリュームや位置の微調整をしていきます。同じように目の印象を調整。おおよそ全てのパーツが完成したのでモデルは終了ということで、ここからは UV マップを展開。UV 展開はほとんどがツール任せなので何も考えずどんどん展開していきます。手の UV の領域を狭くしすぎて後でちょっと後悔しました。髪の毛の UV 展開は細かく分断しておかないと UV 領域にばらつきが出やすく、一部が極端に狭くなってしまい、だいぶ後で修正することになりました。UV 展開も終えて次はペイント作業。ペイント作業はブレンダーで行います。ブレンダーのペイント機能はレイヤーさえあれば文句なしなんですが、1レイヤーしかないので直接画像に常に書き込むことになるので細かいペイントには向いていません。なので白黒で作成し、
この白黒を後でマスクとして使用するように使います。顔の作業はブレンダーのペイントで問題なかったのですが、髪の毛の塗り分けが思った以上に大変でした。動画ではだいぶカットしましたが、ここにかなりの時間を使ってしまい、途中で効率が悪いと判断し、マヤの作業に変えました。過去にマヤでポリゴンを塗り分けたい箇所をナイフでスパスパ切っていき、そこに配色していくという方法で塗り分けていました。最終的に出来上がったモデルをナイフで切る前の綺麗なモデルに転写するというやり方です。当時は非常に面倒なことをしているなと自分で思っていたのですが、この方法にはこの方法の利点があります。まずテクスチャのレゾを気にしなくてよいという点、塗りのエッジが手では描けないくらい高精度になる点、ローポリゴンによるポリゴンの歪みが最終的にどう見えるかが即座にわかる点、何より自分がマヤユーザーなので作業が早い点などなどです。結果的に髪の毛も顔もマヤで塗り分けることになりました。マヤで作業をすると案外早く終えることができ、次に眼球の作成に移ります。目に細かい集中線があります。これはテクスチャで描くとぼやけやにじみによってシャープさが失われると思い、線自体をポリゴンで作成。集中線をポリゴンで作り、眼球の裏に配置します。その上に黒目を置くという感じの構成で作りました。眼球のテクスチャはアニメの画像を下地にして描き直しをします。ちょっとこの部分は丸パクリしているので気がしてますが、黒目がアニメ調でどうなっているか正直よくわからなかったので、上からトレースする感じで作成しております。また髪の毛のテクスチャに戻ります。最初は毛先の色の変化部分を切り分けで塗り、次は陰影部分の塗り分けをしていきます。ペイント時は基本的に陰影用と模様や固有色用の塗り分けといった感じで2回ペイントする必要があります。最後に正面から見た時の髪の毛のシルエットが気になったので微調整をしておきます。同じように
体にも切り込みを入れて塗り分けをしていきます。まずテクスチャに書き込むアウトラインの線を切り込みます。次に黒脂肪の着物の模様を切っていくのですが、これがかなり難解で何かしらの規則性があるのかと思いましたが見つけられませんでした。なので漫画を参考にそれっぽく模様の切れ込みを入れていきます。服の陰影のペイントは再びブレンダーで行いました。その理由はマヤでカットする場合、どうしてもモデルをアップにして細かく切る都合上、全体を俯瞰して行う作業には不向きです。また服のモデル自体構造がシンプルなのでブレンダーのペイントで問題ありませんでした。ざっくり陰影のあたりをつけて平面でペイントし、エッジを整えてきれいにしていきます。2色塗りのベースを一旦全部塗り終えたら、今度はそれを下地にしてテクスチャに書き込むアウトラインの線を引いていきます。アウトラインなどシャープさが必要な箇所はマヤのナイフの方が本来向いているのですが、面倒だったのでブレンダーで仕上げました。マヤに戻って固有色を塗り分けします。マスク情報として使うだけなので極端な原色で塗り分けをします。最終的にブレンダーで作った陰影、マヤで出力した模様と固有色をフォトショップで合成し、最終的なテクスチャを作っていきます。すべてのテクスチャが出来上がったので、一度仮のアウトラインをつけてモデルのチェック。それが終われば次に骨を仕込んでいきます。骨構造は赤座のモデルから流用したのですが、身長が違うので結構修正が必要になりました。骨のスキニングやウェイト調整などは毎回退屈な作業です。ただ無心で黙々と作業をするだけですが、アニメをつける段階になるとウェイト調整が甘いと非常に気になってきたりするので厄介です。最後に刀と鞘を作成します。刀と鞘はアニメで明確に確認できなかったので、グッズで売っている黒脂肪の刀を参考にしました。なのでかなり本来の刀と違うかもしれません。一通りの作業を終えてやっとモデルが完成しました。今回はここまで来るのにかなり時間がかかってしまいました。ユニティの作業ではいつものように自作のシェーダーに作ったテクスチャを割り当てていきます。作ったテクスチャから1影用テクスチャと2影用テクスチャと完全に影になった時のテクスチャといった具合に3枚に加工していきます。それをシェーダーに割り振り、髪の毛などはリム効果でエッジを赤くしたりして調整を行っていきます。
途中で刀の刃部分を作っていなかったことに気づき急遽作成。おそらくですがこの刃についている眼球は膨らんでいるように思えるのですが、今回はペイントだけで済ませました。ユニティで揺れ物を仕込んで一般完成です。最終的に袴部分はフレンドシェイプでいくつかの形状をスイッチできるようにしました。袴が乱れている状態、膨らんでいる状態、ランダムに変形している状態など、まっすぐな状態からこれらに変形させることができます。いつも使っているフリーの歩行アニメで動作チェックをして完成です。本格的に国志望を動かし、何かしらの動画を作るタイミングが来るまで、このデータは寝かせておきます。今回の反省を踏まえて、もっと早く効率的にモデルを作れないものかと思い国志望を作った後、すぐに鱗滝さんを作り始めました。これが思いのほか早く仕上がり、7時間ほどで完成しました。やはり体格差が大きいのだと思います。鱗滝さんと義勇さんの違いは、顔とすね、あと服装が少し違う程度で、骨構造は全く同じです。あとは国志望を作って無駄になった作業を最初から回避できたのも大きいかもしれません。今後まだ何体か作らないといけないモデルがあるので、それはなるべく早く作り上げたいですね。姫島さんのことを考えると少し気が重くなります。では今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。